こんにちは。このポッドキャストを聞いてくださって本当にありがとうございます。この番組は日本語を勉強している外国人の皆さんに向けて優しい日本語でいろんな話題をお届けする番組です。勉強といっても堅苦しい授業のような内容ではなく、リラックスして聞き流すだけでも日本語が耳に入ってくるような、そんな番組を目指しています。さて、今回はこの番組の原点、つまり、なぜ私がポッドキャストを始めたのかについてじっくりお話ししていこうと思います。私が最初に日本語学習者の方と出会ったのは、ある日本語学習イベントでした。その時、参加していた方がこう言っていました。日本語の教科書で勉強しても、実際の会話になると聞き取れないんです。日本人が話す日本語は、教科書の日本語と違っていて、難しいです。この言葉が今でも心に残っています。例えば、いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？ごゆっくりどうぞ。など、日常でよく聞く日本語は、教科書に載っていないこともあります。また、YouTube や SNS などでは、流行り言葉やスラングもたくさん使われていて、なんて言っているのかわからないと困ってしまう人も多いです。そこで私は思いました。教科書では学べない。でも、日本ではよく使われる自然な日本語をもっとたくさんの人に届けたいと。そういう思いから私はこのポッドキャストを始めました。今の時代、いろんな学習方法がありますよね。例えば、オンラインレッスンであったり、教科書やアプリ、YouTube 動画、読書、アニメやドラマなど。でも、忙しい日常の中で、目で見て勉強する時間が取れない人も多いと思います。ポッドキャストなら、耳だけで学ぶことができます。例えば、電車に乗っているとき、散歩をしているとき、料理を作っているとき、夜寝るときのリラックスタイムなど、こういった隙間時間に日本語を聞き流すだけで、リスニング力が自然とアップしていくのです。そして、ポッドキャストのいいところは、繰り返し聞けること。同じエピソードを何回聞いても、料金はかかりませんし、何度も聞くことで、記憶にも定着します。リスニングが苦手ですという学習者の方は多いですが、実は日本人でも英語のリスニングには苦労します。その理由は音に慣れていないからです。言語は音です。聞き慣れていない言語は全部がつながって聞こえたり、早く感じたりします。でも、例えば毎日同じフレーズを聞いていると、不思議とこの表現わかると思う瞬間が来ます。だから私は
リスニングの習慣づくりのサポートをしたいと思ったんです。その手段として、音声メディアであるポッドキャストを選びました。このポッドキャストは YouTube でも同じ音声を公開しています。なぜなら YouTube では字幕を自動でつけられるからです。ポッドキャストだと何を言っているのかわからないと感じる方もいます。そういう時、字幕があるととても助かりますよね。私のチャンネルでは日本語字幕をつけてあるので、聞く、プラス、読む、両方のスキルを一緒に伸ばすことができます。また、YouTube にはコメント欄があります。わからなかったところや、もっと知りたいことがあれば、いつでもコメントしてください。日本語学習者同士でつながる場にもなると嬉しいです。正直に言うと、ポッドキャストを始める前は、自分にできるのかなと少し不安でした。でも、よく考えてみると、私だからこそ届けられる視点があると思ったんです。例えば、日常の日本語をネイティブの感覚でどう使っているか。私は関西出身なので、関西地方の言葉や地方特有の言い回し、それをこのポッドキャストで面白おかしく伝えられるのではないかというのも思います。また、日本人の考え方や言葉の裏にある文化的背景を発信することもできます。こういったものは辞書や教科書ではなかなか学べません。私は日本語を言葉としてだけではなく文化としても伝えたいと思っています。これからのエピソードではいろんなテーマを予定しています。例えば、初対面の人と話すときに使える日本語。日本の祝日とその由来。コンビニで使える日本語フレーズ集。天気の話題を自然に始める方法。電車でのマナー。お店での注文の仕方。日本の若者言葉とスラング。関西弁の紹介。そして、ぜひ皆さんからのリクエストも聞かせてください。こんなテーマを話してほしい。この言葉の意味を教えてほしいなど、気軽にコメントくださいね。最後に、少しだけモチベーションのお話をさせてください。日本語を学ぶことは、マラソンのようなものです。最初は苦しくても、走り続けていれば、必ずゴールに近づいていきます。1日5分でも聞いてみよう。わからなくてもとにかく耳を鳴らそう。そんな小さな積み重ねが、半年後、1年後には、大きな成長になります。このポッドキャストが、そんな努力のお供になれたら、とても嬉しいです。
今日はなぜ私がポッドキャストを始めたのかというテーマでお話ししました。たくさんの思いを込めてこの番組を配信しています。もし気に入っていただけたら、ポッドキャストのフォローや YouTube のチャンネル登録、いいね、コメントの方をよろしくお願いします。それが私の励みにもなります。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。